くるくるフライドポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はくるくるフライドポテトを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、じゃがいもをくるくる巻いたサクサクで美味しいポテトを作っていきます。そして味付けなんですが、今回はコーンポタージュ味にしていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、薄力粉、塩、コーンポタージュの素、揚げ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずじゃがいもなんですが、メークインを使っていきます。メークインはね、このように細長いものを選ぶようにしてください。そうするとね、くるくる巻きやすくなります。そしてですね、今回味付けはコーンポタージュの素を使っていきたいと思います。こちらですね、クノールカップスープのコーンクリーム、こちらを使っていきたいと思います。これもね、いろんな種類があると思いますので、お好みのものを使用してください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにじゃがいもの皮をピーラーで剥いていきます。はい、このように剥いてください。この時芽がある場合は芽も一緒に取り除いてください。これ先ほども言ったんですが、品種はね、メークインがすごくおすすめです。というのもですね、他のじゃがいもはまん丸でちょっとくるくる巻きにくくなってます。メークインだと細長いのでとても巻きやすいです。ただどうしてもね、メークインがないっていう場合は、丸いじゃがいもを半分にしてくるくる巻いていただくといいかなと思います。では残りも同じように皮を剥いていきます。はい、じゃがいもの皮を剥きました。このように綺麗に皮を剥いてください。それではね、今からこちらをスライサーでスライスしていきます。もしね、スライサーがない場合は包丁で薄く切ってください。それではスライスしていきます。スライスする向きなんですけれども、今こうやって見ていただくと、こちらが平べったい面で、こちらがちょっとね、細長くなってる部分です。こちら側をスライスしていきます。なのでこの時ね、手を怪我しないようにだけ十分に注意してください。必ずね、スライサーを使う時はこういった安全装置を使ってスライスするようにしてください。ではこのようにして、そしてスライスしていきます。はい、このようにスライスしました。これね、結構薄めにスライスしてるんですが、もうちょっとね、分厚くても大丈夫です。だいたいこのぐらいを目安にスライスしてみてください。では残りも同じようにスライスしていきます。はい、OK です。このようにスライスしてください。そしたらですね、ここに塩をね、1つまみ、2つまみぐらい入れてください。そして全体に揉み込みます。この時じゃがいもの形を崩さないようにしっかりとまぶしてください。はい、OK です。そうしましたらこのまま5分置いてください。そうすることでじゃがいもから水分を出すことができます。ではこのまま置きます。はい、5分経ちました。そしたら一度こちらはさっと水洗いしてください。はい、OK です。一度塩をまぶして5分置いていただくと、このようにね、じゃがいもが柔らかい状態になります。そうすることでとてもね、巻きやすい状態になります。そしたらですね、一度こちらのじゃがいもの水分を拭き取っていきます。でまずね、キッチンペーパーを用意して、そしてじゃがいもを並べていきます。ちょっと一手間ではあるんですけれども、じゃがいもに水分がついてると油跳ねしやすくなるので、必ずこの工程は行ってください。そして上からキッチンペーパーをかぶせてしっかりと水分を拭き取ります。はい、 OK です。ではね、残りも同じようにしっかり水分を拭き取っていきます。はい、このように水分を拭き取ってください。この作業なんですけれども、ゆっくりやってるとだんだんね、じゃがいもの色が変色してしまいますので、手早く作業はするようにしてください。ではね、今から巻いていきます。巻く時なんですけれども、2枚一緒に巻いていきます。まず1枚置いていただいて、2枚目の部分が上に重なるように置いてください。そしたら手前からね、くるくる巻いていきます。はい、このように巻いてください。巻き終わったら爪楊枝で巻き終わりを刺してください。今回ね、爪楊枝を使ってるんですが、パスタなどを使って刺していただいてもいいかなと思います。はい、こんな感じです。このようにくるくる巻いて刺してください。それでは残りも同じようにくるくる巻いていきます。はい、くるくる巻き終わりました。こんな感じで巻いてください。それではここに薄力粉をまぶします。
はい、全体にまぶしてください。はい、OK です。それでは今からこちらを油で揚げていきます。まずね、フライパンの底からだいたい1センチぐらいの油を注ぎ入れてください。そして火にかけます。だいたいね、160度から180度ぐらいの温度の間で揚げていくので、それまで油を温めます。まずね、160度ぐらいまで油を温めてください。はい、それではね、適温になったので揚げていきます。最初はね、160度ぐらいの温度から揚げていきましょう。目安としては菜箸を入れた時にゆっくりプクプクプクと気泡が出てくるぐらいですね。そのぐらいになったら OK です。そしたらね、やけどしないように入れていきましょう。あんまりね、一度に入れすぎるとくっつきやすいので、入れすぎには注意してください。このままね、カリッとするまで揚げていきます。油の温度なんですけれども、だんだんね、温度が上がってくると思うので、火加減は調整しながらね、揚げてみてください。はい、今ね、だいたい3分ちょっと経ちました。このようにね、表面がカリッとすれば OK です。こうやってね、お箸で触った時に硬くなってれば大丈夫です。そしたらね、出来上がったものから取り出します。はい、揚げ終わりました。このようにサクサクに仕上がってます。それでは残りも同じように揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。このようにカリカリサクサクに仕上がってます。では爪楊枝から取り外して、そして味付けをしていきます。まずボウルを用意して、あとはポリ袋を用意してください。このように口を開いておいてください。そしたらこちらのポテトのようじを取り外していきます。取り外す時はですね、このようにくるーっとね、爪楊枝を回していただくと簡単に取り外すことができます。思いっきり引っ張ったりすると割れてしまうので注意してください。こんな感じで美味しそうに仕上がってます。そしたらね、こちらポリ袋の中に入れてください。それではどんどん外していきます。この時ね、やけどしないようにだけ注意してください。はい、このようにポリ袋の中に入れてください。そうしましたらコーンポタージュの素を入れていきます。こちら1袋入れるとちょっと多いので、お好みの量で OK です。ティースプーンでね、こうやってすくって、ティースプーンで2杯ぐらいかな、入れます。あとはね、シャカシャカします。はい、OK です。このように美味しそうに仕上がりました。それでは盛り付けたいと思います。はい、これでくるくるポテトの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにくるくるでサクサクに仕上がってます。最後に彩りで乾燥パセリをかけました。こちらはですね、お好みでやってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。では、いただきます。美味しい。コーンポタージュ味がすごく美味しいです。そしてとてもサクサクですね。コーンポタージュのちょっと甘みがあるところがね、また味のアクセントになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のくるくるフライドポテトのポイントです。まずじゃがいもの品種なんですが、今回はメークインを使ってます。メークインはね、比較的表面もね、ツルツルしていて、かつ細長いのでくるくる巻きやすいです。なのでね、メークインが一番おすすめかなと思います。もしね、どうしてもね、男爵芋だったりとか、そういうね、丸めのじゃがいもしかない時は、一度ね、全部皮を剥いていただいて、そしたらじゃがいもを半分か3等分ぐらいに切って、それを縦長にスライスしていただくといいかなと思います。そしてじゃがいもをスライスする時なんですけれども、今回はスライサーを使いました。スライサーを使う時は安全装置ですね、あちらを使っていただいて、手を怪我しないようにだけ十分に注意していただけたらと思います。スライサーはね、結構手を怪我しやすいので、本当にそれだけは注意していただけたらと思います。包丁で切る時もですね、できるだけ薄めにスライスしてください。スライスする方向なんですけれども、面が広い方ではなくて、面が細い方をスライスしていただくとちょうどいい大きさになると思います。こちらはね、ちょっと難しい時はやりやすい方向でスライスしてください。そしてスライスしたじゃがいもは一度塩をまぶしてそのまま5分置いてください。そうするとですね、じゃがいもがしんなりとしてくるくる巻きやすくなります。じゃがいもを剥いてからなんですけれども、あんまり時間が経ってしまうとじゃがいもが変色し始めてしまいますので、皮を剥いたら手早く作業は行うようにしてください。そしてじゃがいもはですね、塩で漬け込んだらさっと水洗いしていただいて、水分はしっかりと拭き取るようにしてください。
ここでね水分の拭き取りが甘いと油跳ねの原因になりますので注意していただけたらと思います。そして巻く時なんですけれども、2枚重ねて、そして手前からくるくる巻いてください。そして巻き終わったらようじを刺して固定するんですが、こちらはねパスタとか使っていただいてもいいかなと思います。あとはですね、薄力粉をまぶして油で揚げていくだけなのでとても簡単です。油で揚げている最中はですね、油跳ねには十分に注意して揚げていただけたらと思います。どのぐらいねいっぺんに揚げるかにもよるんですけれども、だいたい3分から4分ほど揚げていただくといいかなと思います。そして今回はですね、コーンポタージュ味にしました。こちらの味付けはお好みで、ブラックペッパーとかただの塩だったりとか、あとはカレーパウダーとかね、海苔塩とかいろいろアレンジも楽しめると思います。コーンポタージュもとても美味しいんですけれども、お好みでねいろんなアレンジも作っていただくのもいいかなと思います。このコーンポタージュの量に関しましてはお好みで調整してください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はくるくるポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。